シエストーク、こんばんはではなくて、実はおはようございますなんです。日の出前、こんな早い時間に私が起きて活動していたことが果たして今まであったでしょうか。自分でも何をこんなことをしてるのかちょっとよくわからないままに今外に出ているんですけど、まだまだ暗いです。ほんと夜みたい。でも近所のパン屋さんはすでにオープンしているし、ゴミ収集の人は仕事をしている。この時間から仕事をしている全ての人たち、マジリスペクトです。ここはね、エナジードリンクのオフィスなんですけど、この時間だと魔性感がすごいですね。私はとりあえず地下鉄に乗りまして、この時間からね、もうすでにチケットチェックの人が立っていました。すごい髪色のお兄さんが。しかし人は全然いませんね。多分夜間と早朝は走行本数が少ないんでしょうね。文字盤が動いてません。3分から。私はブダペストの全ての公共交通機関の中でこの地下鉄1号線が大好きです。本当に可愛いです。世界ではロンドン、イスタンブールに次いで3番目に古い地下鉄だそうです。すごい歴史がある地下鉄なんですよね。なんかこの扉が開いてすぐ閉まって去っていく感じが、私なぜか猫バスを思い出してしまいます。色かな、なんだろう。ようやく電車が来ました。朝6時半前、眠すぎます。なんとバイチジリンスキーウッツァで下車しましたら、空が白み始めています。間に合うのか、朝日まで。大丈夫でしょうか。ここからバスに乗り換えるんですけど、バジリカがね、いい感じでかっこいいです。そしてバスに乗り始めたら完全に空が明るくなっております。いや、大丈夫かな。頼む、間に合ってくれ。一番綺麗な瞬間を撮りたい。16番バスでドナーティウッツァで下車しました。そこからね、もうこの階段を登れば目的地まですぐなんですけど、もう急いでるからね、階段登るのがなかなかしんどいです。走れ走れ負け場を本命穴うまくき分けて。結構しんどい。でも見えてきましたよ、フィッシャーマンズバスティオン。ハンガリー語でハラスパシュチャという場所らしいです。前に一度来たことがあるんですけど、本当ハンガリー来たばかりの頃だったので、ちょっと久々で楽しみ。ここから登っていくとちょっとミステリアスな建物を抜けまして、うわー、出ました、マーチャーシュ聖堂。真っ暗な通路を抜けてからの圧巻の景色が広がっております。もうね、大きすぎて画角に収まりません。セントイシュトワーンの銅像かな、これは。もうとにもかくにも朝日を見るために今は流し見で行きます。なんかチケットゲートがありましたが、普通に開いてました。普通に登ってますよくわかんないけど。で、急ぎすぎてめちゃくちゃしんどい。やばいけど見てください、この景色を。てらーん、もうめちゃくちゃ綺麗。急いだおかげでなんとか日の出時刻ちょうどぐらいに到着しました。いやー、素晴らしいです。ドナウ川、チェーンブリッジ、奥に見えるちょうど日の出がこう太陽が重なっているところがセントイシュトバーン大聖堂ですね。少しくらい人がいるのかなとは思ってましたけど、ここまで観光客の方がこの時間からいらっしゃるとは思いませんでした。うわー、
これは来る価値があった。昨日の夜見たら曇り予報だったので、いやもしかしたら見れないかなって思ってたんですけど、これは来て大正解でした。ここからはハンガリーの、ペスト川ですが、ペスト川の顔となる、建物が、大体全部見えてますね。鎖橋、国会議事堂、バジリカ、完璧です。全体がピンクに染まっていきます。後ろの多分中国人のお姉さんも無我夢中で自撮り棒を駆使しております。こんな感じでたくさん人がいますが、これは iPhone で撮影した方なんですけど、全体的にピンクオレンジ色に建物が染まって、建物自体も綺麗ですけど、眼下に広がるブダペストの街並みがもううわーって感じ。もう最高。この中国人の男の子たちが抜いてくれそう嬉しいって撮影しながら思ってましたやっぱりね、人がいない方がっていうのは欲を言えばそうなんですけど、冬の寒い朝とかに来たらどうなんのかな、人いるのかな。なんて神々しい大聖堂なんでしょう。もちろん国会議事堂もがっつり見えます。また朝っていうのがね、ちょっとズームズームにしてたおもろかったんでそのまま載せました結構ね、プロのカメラマンさんを呼んでね、お姫様のような写真を撮ってる人もいましたね。7時の鐘が鳴り始めました。このマーチャー聖堂、ゴシック様式の建築なんですけど、屋根のこのタイル模様本当に可愛いです。中からうっすらと光が照らされて、ステンドグラスが見えたんですけど、本当に素敵な建物ですよね。フィッシャーマンズバスティオンの下に降りるとこんな感じです。こっちにもたくさん人がいました。どこもかしこも写真撮影している人がいっぱいです。それだけこの朝日っていうのに価値があるんでしょうね。本当にお姫様になったような気分ですね。はははは。日も昇りきってなんとなく曇っているんですけど、せっかくですから、マーチャーシュ聖堂の外観をぐるっと撮影してみます。中もね、チケットがあれば入れるらしいんですけど、さすがにまだオープンしていないので次回来てみたいと思います。さあ、朝ごはんを食べに行くぞ結構ね、外寒いです。割と暖かめのカーディガンを羽織ってるんですが、それでも寒い。もうすぐ近くにヒルトンホテルがありますね。いやー、こんなところにあるなんて一生泊まれないだろうなこれ見て、めっちゃ可愛いハリネズミのサインが可愛い。この辺はブダ城の城下町なんですかね。建物の感じもとっても可愛いんです。色もちょっとチェコの街並みみたいな感じで、ピンクとかオレンジとか、ブダペストにはあんまりない色味の建物が立ち並んでいます。ここって人が住んでいるお家なのかな、それともなんかホテルとかなのかな。いやー、どんなところに住んでるんだよって感じですよね。もしアパートなら憧れるわ。もうでもね、ブダペストにね住むのは結構大変だなって最近思い始めました。もう家賃が高い。多分年々上昇してるし、私が到着した半年前よりも値上げしてるしね。なんか
面白いものは街にいっぱいあるんですけどね、こんな風に。ここは国立資料館ってマップには書いてありますね。公文書館みたいな感じかな。結構でかい建物でした。お腹が空いてきた。ちょうどいい感じです。超低血圧、もう超怠惰な私がですね、この早朝に起床して街に出てこられたのは、出来たての朝ごはんを食べたいという思い、その一心だったわけです。いやー、 Google 評価の高いパン屋さんなんでちょっと楽しみ。こじんまりしてて可愛らしいお店でした。私はね、なんか緑色のデニッシュクロワッサンと、あとなんかサワーチェリーとトゥロ、カテージチーズのデニッシュを購入しました。この黄色いマルギット橋が目に入ったので、歩けると思って歩き始めたんですけど、こうね、視界に橋が入ったからといって近くないっていうのがね、ブダペストあるあるかもしれません。めっちゃ歩きました。ちょっと諦めてマルギット島まではトラムを使ったんですけど、もう潔くトラムを待てばよかった。なんで歩いてしまったんだ。ヘトヘトです。ここがマルギット島と言いまして、ドナウ川はすごく大きな川なんですけど、この島は中州なんですね。中州にこんなに大きな島状になっている陸があるなんて面白いですよね。かなり大きな公園のようになっています。もうとりあえず近くのベンチに座ってパンを食べたいと思います。最近ね、肌荒れがすごくてね、ちょっとお見苦しくてすいません。ハンガリーの水が合わないのかな。この緑のしょっぱいやつから食べてみます。お味はどんなもんでしょうか。これがね、ほうれん草のクロワッサンだって思ってたんですけど、この緑が多分バジルっぽい感じなんですよね。ジェノベーゼみたいな、そんな味がします。すごくリッチな味、とっても美味しいです。コーヒーも一緒に買ったんで、コーヒーも飲みながら、いやー最高だな。だってまだ7時過ぎとか7時半とかそんなもんでしょ。一日長い、それが嬉しい。こんな感じでね、中はもちもちしっとり、周りはサクサク。やっぱり朝にパン屋さんに行くっていいですね。朝の出来たてのパンが食べれます。いやーでもさ、7時オープンとかのパン屋さんってどんな生活リズムなんだろうって思うよね。こっちの甘い方も食べてみます。朝から食いすぎじゃねって感じなんですけど、こっちはサワーチェリーとトゥロ、カテージチーズのデニッシュです。ゴロゴロね、サワーチェリーの甘く煮たサワーチェリーが入ってて、これが美味しかった。でもどっちかって言ったら緑のやつの方が好きかな。ここの島は無料 Wi-Fi が飛んでいて、10分間無料で使えて、その後更新し続ければずっと使えるみたい。かわいい。私も昔実家でラブラドール飼ってたけど、なんでこんなにいい子なのかな。リードなしで散歩なんて絶対無理だもん。なんであんなにいい子なの？てかハンガリーの犬、なんであんなにみんないい子なんですか？ちょっとよくわかんない。謎です。一番のミステリーですね、私からしたら。秋が来ましたね。栗がいっぱい落ちてます。これさ、たまにこう和栗と西洋栗、洋栗わかんないけどあるじゃないですか。これ周りのこのイガイガが違うんですね、形が。殻が全然違いました。なんか運動会でもあるのかな。高校生たちがいっぱい爆音の音楽の中集まってますね。全然統率取れてなさそう。
島から出てちょっとペスト川まで歩きます。ちょっとトレーニング朝からしようかなって思ったんですけど、こんなところにフリージムがあるんですね。見つけられなかったな。しかも結構トレーニングガチ勢みたいな人たちがいっぱいいるから、私はちょっと場違いだったから、見つけられなくてよかった誰もいなかったらね、こういう公園によくあるフリージムで遊んでみようかなって思ったんですけど、マルギット橋を渡ったこのペスト川の川沿いのエリアが私は結構好きで、なんか店がこう立ち並んでる雰囲気とか緑がいっぱいある感じとか、これがとても好きですね。多分大通りとは違って車通りが少ないから静かだしね、それもこの雰囲気の良さを作ってるのかもしれません。飲食店もね結構ここの辺は多くて、出ました、和風ラーメン。和風ってね、ブダペストでは有名な日本食レストランですけど、豚骨ラーメン4880フォリントか。たまに贅沢したい時に来てみようかな。まだ実は和風の他のお店にも行ったことがないので、噂ではねリアル日本食が食べれるということでちょっと行ってみたいなと思ってるんですけど、まだお店はこの辺はオープンしてないですけど、ここにはテーブルと椅子が昼には並べられて、結構お客さんがこの辺でにぎわってますね。ブダペストで到着してすぐに漢字体になってしまってですね、もう本当飛行機内でなんかかゆいなって思ってて、ちょっとねこう下の話になって申し訳ないんですけど、でなんか最初のうちは病院行くのもなんとなく嫌だったから、この辺に漢字谷いいっていうサプリをね売ってる店があるって聞いたんで、買いに来た時にこのエリアを発見しましたね。サプリ自体はナチュラルなものでなんか良かったんだと思うんですけど、結局病院に行っちゃったので効果はあんまり分かりません。ここはモーニングやってるレストランみたいですね。ブダペストはモーニングをやっているお店も結構あって、なかなかねおしゃれなお店がたくさんあるので、もしブダペストでね旅行に来られたっていう人はよかったらモーニングで朝活してみるのはどうでしょうか。ヨーロッパのアパートのバルコニーってすごいいいですよね。なんか日本だとベランダっていう感覚ってなんか洗濯物を干す場所っていう感じだと思うんですけど、基本ヨーロッパでは外に洗濯物を干しちゃダメなのかな。だからバルコニーに小さなテーブルとかを出して外でお茶をしたりご飯を食べたりしている人を見かけると、わあ日本の感覚とはちょっと違うなって思います。なんとニュガティ西駅の近くまで歩いてきたので、すごい歩きましたね。買い物をして帰りたいと思います。うちにあんまり野菜がないので少しだけ野菜を買っていこうかな。こんな感じでここはフルーツもいろんな種類がありますね。リンゴはだいたい1キロ270円くらい。日本のリンゴと比べるとだいぶ安いですね。お昼にトマトパスタでも作ろうかなと思っているのでトマトを買います。なんとビーツは1キロ107円。めっちゃ安い。日本じゃ考えられません。この袋を取ろうとしたら近くにいたおばさんがそれ有料だよって教えてくれましたこっちがね無料のやつらしいです。紛らわしい。帰宅。こちらが今日のお買い物の成果です。どうですか？レモネードとかウインナーは別に安くないんだけど、野菜は圧倒的に安いよね。ビーツ47円。嬉しい。てか疲れた。iPhone 見たら8キロ歩いてたんですよ。朝活って疲れるんやな。今日の動画はここまで。次回もまたお楽しみに。ちょっと寝ます。バイバイ。ロマンチックな星空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながらシュールな夢を見ていたい。
自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる本当の声を聞かせておくれよ。トレイントレイン走って行け、トレイントレインどこまでも、トレイントレイン走って行け、トレイン